渡辺克彦さん、当時12歳。爆心地からおよそ 1.8 キロ離れた肘山橋東詰建物疎開作業現場で被爆しました。爆風で飛ばされ気絶し、気がつくと一緒に集合していた学生は誰もいなくなっていました。避難途中に見た多くの死体は、当時中学1年生だった渡辺さんにとって大きな衝撃でした。家に帰りたい、その執念で自宅に戻った後、ひどいやけどの影響で12日間生死をさまよいました。戦後、就職試験や勤務先で差別を受け、辛い思いをしました。今でもやけどの跡は治らず、貧血や内臓の病気など体調不良が続きます。入町そこ大浦でね。で長男次男はね、もうすでに軍隊で出払ってましたからね。他はだけ三男からみんなもう11個までね。当面はね10名みんな10名家族だったんですがね、それは大変です。もう朝から晩までですね、配給もわずかしかございませんので、昼はねみんな弁当箱を持って出るわけですよ。そうするとですね、一升ここの釜でねご飯炊くとですね、弁当を詰めたらね、朝ご飯食べてご飯が足らんのですよ。ないんですよ。5人がね5人男が2人の3人4人5人男が5人いたらね、もうそれが弁当を持っていく、5つ弁当を作って、それでもうみんな持って出るものが、もう朝からね食事抜きですよ。それは今の学生さんから見たら、それはやっぱり想像できないんじゃないですか、こういうのは。私はちょうど中学1年です。原爆が落ちる前の日、5日の日がですね、一番最高の本当これほど涙は出ないけど嬉しかったあれはなかった。というのは勤労奉仕ね、いわゆる学童動員でね、そういういろいろどういうか建物疎開のそれを崩すためにみんながロープを張ってね、わしで倒しよったよ。それが楽しくてね。ところがそれで5日の日1日だけ嬉しかったの。もうみんな6日の日はみんなバーンでやられとるんだが。6日はそれじゃ日はね、檜山橋にそれぞれの学生はね、7時半7時40分かな、細かくね刻んで言えば7時40分か8時前に檜山橋の場所にみんな集合というふうに聞いておりますね。檜山橋のところ行った時はね、やっぱり同じ場所の王校のね方で山西という私の同級生がおった。同級生と会うて「そこ何しよんなら」って言ったら「渡辺見てみよう、釣りしよるでいて」で欄干の上2人がまたいでね檜山橋の下をずっとこう見えた。
そしたら8時になったんや。ですぐ今度電車降りて電車道路の中にこっち側にね東が渡って、そこで天候がずーっと1年からあれは1年はほとんど終わりましたからね。だいたい12030だろうと思うんだよね、1年生は。だいたい一組が40人から42、3人。特に私は渡辺だから一番行ってもどんべりなんですよ。だから1年生でも一番点呼の後に一番最後でしょうね。私は爆風で随分飛ばされとるんで、意識不明になってたからね。光はこれはねちょっとひどかったよ。私なんか学校でね絶えず空襲警報発令ってパーッと机の下へこうかぶせんでもバッとこればっかりにしようね。目をつぶすんと耳をつぶすの。この体操でね、案の定その通りになってるよね、やっぱりね。それはねどういうかね、パーッとそんなにびっくりするほどの光じゃないように見えたけど、やっぱり赤色と黄色と白と色はねすごくあったよね。でその中にね、私が裸になったら分かるね、これね私光線に巻かれてるよね、光。空気中なんか見たらこうなった螺旋があるでしょ。螺旋と全く同じなの。無数にわーっと来てるわけ。その時瞬間これをダーッとやられてかって手を壊したから手がこういうような焼け方してる。だからスクリュー状態になった。あとはね今度は温度とかね高さとかでいろんなあれが出てくるけ。ただ漠然とパッというのはそれは簡単に、光で光線の中光が光線の中に入るんだと。それがもうとにかく無数にね目ダーッと来たわけですよ。これ吹っ飛ばされた爆風で。それがどれぐらいこのコンクリの上で電車道路のどれぐらい飛ばされたのか分からんもんね。自分だけじゃほとんど脳震盪ひどく打ったのはおらんので、みんな学生は。一組40人しても3組で340人120人おったら1年生だけでみんなおらんねん。で私が一人がポッとこう来て家の方に帰ろうかな思ったら、その山西君のおふくろがこの幽霊みたいな格好でどういうかほこりまぶれで髪はもうどうなんかね、もう風呂から女が風呂から上がって行くようにしたような汚れても、だから皮がこうぶら下がって。であれはね私は思ったんだけど、それとみんな幽霊みたいな、確かに本当そのものそれをなぜか言ったらね血管もやられとるんですよ、みんな。ほとんどが痛いんよね。私なんかここなんかすごいこんなになったよ。この脈がこうねこんな膨れてから、もうだけみんな痛いけ、もうみんな手上げられんのよね。で血管やられとるもんだから、上げたらものすごい痛いから、だから自然にもこんなになった。私はもう自分で何でもやってる。誰も助けてもらった。兵隊にだけはね助けていただきました。疎開の後にね鉄管のね水がこ
売ってるとこの中で頭を冷やすのね、鉄管のとこへこうしてきたら怒られてね、水は絶対飲んだらいかんねん、飲んだら死ぬ。ほいですぐ今度は檜山の方へ連れて行かれたね、山へ。いろいろいっぱいおるよ、ゴロゴロ死んだんも。もう大やけどしてから顔もうくちゃくちゃになってね、見られんもん、わずらもん。大体中学1年生でまだそういうの死んだ人を見ることはないまん。もうそこでね、あれはね、檜山の山に登るすぐそこの途中でね、山がこうあって道路がこうついとったわけです。電信帯があってね、そこを歩いて行きよったら防空壕があった。工芸で防空壕があったらもう中へずらっとあんまりねその防空壕奥深く掘ってはなかったのよね。そうね、人間をこう並べて、俺が子供と親と何人ぐらい入っとったかな、ちょっとあんまりこう定かじゃないけど、まあ2、30人は入っとったんじゃないかと思うんだけどね、その防空壕。その防空壕の手前にね、水が通った後は水が通ったら水道みたいになるじゃないですか。そこへね、お前ここへここは温度が低いしね、気持ちがいいとは言わんかったけど、ここへ休みなさい。今ほど体は張ってないし、中学1年だ今にそこがポコッとはまってしまってね、意識不明になった夕方まで。その兵隊がねまあ助けたようなもんで、何かのことでねどういうかな、起こされたような、なんかこう学生服をこう引っ張り上げられたような感じでね、で呼吸したからね助かっとる。呼吸してなかったらみんな火葬場へ一山で今度は重油ぶっかけられてね、一山で焼かれとる。そこが分かれ目で、今その兵隊探してます。もう兵隊はすぐ他の死んどるんだけどね、その片付け行っとるわよな。その自分の横へ死んどるんだけどみんな、イワシと一緒やねん。人間がイワシと一緒でずらーっとみんな死んでる。それで夕方気がついて兵隊に起こされて、でそこでそこからまだ日は暑かったですからね、だから自分のだけ持ち物を学生服をこう肩へかけてもらったり弁当箱をこう腰巻きしてもらったり、いろいろねそういう炎天下に耐えられるようにはしてもらって、ずっと歩いてね。わしはだから太陽の反対側に帰ってるからね、全然直射があってもそういうおんぼろものを着とけば直射が当たらんのよね。檜山橋の時は痛かった。これは痛かった。わしが帰る頃は今のちょうど真夏の太陽ですから5時から5時半ですからね。そうですね、やっぱりね、人間には執念がそこにあるわけで、やっぱり帰りたい、うちの家帰りたいっていうそういう執念がね出るんや、やっぱ子供と。それが出ないものになっても死んでしまいますよ。
一つはね、兵隊の方からちょっと東の方は家が燃えてますか、どうなんでしょうかって言ったら、いや東の方のどうにもなったらんぞという、その言葉を聞いてからすごく自分自体はね、これはどうしても家帰らねえかんっていう。その後はひどい、今度はね、原爆、こっからが原爆のやられた始まりや。帰った時はね、まあ瞬間はもうああというもう自分で安心感がね一番最初にやっぱり来ましたよね。でその時に一番下の弟がちょうどたらいの中で船を取ったやつを手役をやった。でおふくろもちょっと出かけとったんです。まあ帰って顔を見てね、やっぱりもうどういうか泣きじゃくるいうのはもう過ぎてますよね。親父にしてもとにかく早ちゃんと早したれっていうね。だからゲートは逃してもらう、返上かとかそういったものはね全部親に手をしてもらって、でたすきへ夫を連れてからでたすきに寝たところをそのまま今度12日ぐらいやっぱり意識不明や。全然もうダメや。ウジ虫の餌じゃ。なぜ目も開けることもできない、口も開けられない、もう物も食べられない、水も飲めないんだよ。もうこうなったまんまやね。看病を聞くおふくろがほとんど一人でやったんだろう思うんだけど、卵のね、卵を割った白身があるでしょ。白身が薬よ。ズルズルになっとるとこ、白身、卵の白身、黄身はダメよ。白身が油の代わりで全身顔も全部こっちも焼けてますけど白身で治療してました。だから私は治療は随分長かったですよ。だから傷が治るのが1年半かかってます。でいつももう外に出るたら声有名な声出し面つけてね学校行ったりね。うち虫はもう背中じゃわん、よう脇腹と箸2本でこうやってみるとうち虫はあんなにやってもらってみてどんなかゾッとするだろ。そうやね。私のこっからもう出てきよったらこっから2匹出てきてこっから。私は小さい虫が一番嫌なんよんだから。で12日ぐらいになってようやくみかんが食べられるようになったかな。であと体はもう全部卵、まあ君は誰が食べたかしらんけど白身は皆わしが体が皆食べてますよ。強く生けなきゃいけない言うけどやっぱりそういう体になった時は弱いよ。やっぱ誰も助けてくれんじゃないですか。本当にやっぱり健康は第一。爆弾なんかよないね。進学はね、私がそれから1年小学校で1年半遅れて中学はまともに行ってそうやったと思うの。
で高校は定時制をだけ卒業してまたそこで親父と相談して電球を作るね工場があったんでそこでね勤めるのに試験を受けた。わしだけじゃパッと茶碗お前の肺は茶碗が壊れたんと同じようなもんで分かりやすい言うたらねそれはなぜかったら現場に置いた他のものは全然そうとみんな生えてる。そりゃ差別の問題は大変だね。本当にわしは就職が希望だったんだけどでまあわしもいろんなことを言ったんだけどね親父に対して頭叩かれたのはわしだけの兄弟でそれ大学を手にお前には財産はないぞと大学を卒業するのが出すのがわしらの使命だというような一言言われてこっちそこでもうしようがないもう大学行くようになった。だけど4年間はもう随分苦労してねでフットボールラグビーでやっぱりもうすぐ自分の精神力を鍛えた時にね原爆の分はねこれはもう隠すわけにいきませんので、隠したらますますおかしいなね。特に東京の人なんかそういった面についてねやっぱりきれい好きが多い。わしら広島におったら臭いお前臭いあっちけいやそういうの広島で卒業して帰ってきても保険は入れんし全然入れたんですよ保険が。それは仕事は同じ以上に仕事をやってきた。もちろん大牟田とは炭鉱の町でね私は炭鉱なんか全然用しませんから私は石炭の販売の担当ですよ。それは本当にね十分やってましたよ。それは最終的にはまあ上の人が、褒めてもくれなかったですが鍋お前がの石炭を今300トンだったかな300トンしかお前扱わずにお前何で飯食べるんかとか人で頑張るいうことはまず不可能だけど知らずにそういう面を合わされたっていう働かされたっていうそれを早く見抜かなきゃいけない。給料明細見たらね。これはですねうちの家内が一番よう知ってるんでずっと立ち会ってくれてるんだけどいつどうなるかは分かりません。私の体はもう自殺になってますから中がそれは大変です。もう今でも何回も病院出たり入ったり症状ありますよ。息苦しい最悪5年からぐーっとやけどの後はねこれはね大変なこれが私は原爆の後遺症だなという感じしてるんですよね。いまだに出る後遺症がちょっと見せてあげる。治らないこんなんなってこれ両方ですよ。ここも治らないどうしたら治るかやっぱり病院行ってもねやっぱ
やっぱりね首をかしげられますよ。なんだろうか大変ですよ。原爆がねまあ私ほどの原爆言われるんじゃないのやられてからね治りましたね。どこが治ったんかと。治っちゃおらんで原爆は治らない。おそらく原爆の表からはねずっとこういう話題がね貧血が出てあの時がねあったねひどいのがあれ箱根駅伝走るのに練習の時に夜中に寝とってね天井がぐるぐるぐる前に出してね、でそうキャプテンに相談したら食べ物で調整しましたわ。たまに採血してねその採血の中からチェックしてもらってでそこで悪いのが出ればそれを直していくとそういうあれしかない。もうできないにメスは全然一切もこれだけこう心臓が動脈瘤があって胸部動脈腹部大動脈腸骨がこれ5つ5臓6分全部いかるとものすごい苦しんでますよ。いまだに。いや本当にあの時死んできゃよかったからどうかな。いや本当ねそういう時あります。これはね一つあれもあるんですがねこれ我々の同じ仲間広島で一緒にラグビーしよったね方でね慶応と早稲田とそれから明治3大学でねまあ私は明治だけど結局慶応と早稲田の OB の方がね「直美さんこれ夜よ。直美さんあんたいろいろなんやかんやいろいろやっとるように聞いとるんだが一つ書いてみたらどうかということになってまあやっぱりね子供がおるけんなやっぱり原爆のこういうふうなものであるというそういうことだけはやっぱりしとってもらうためにはねこれはちょっと論文試験長いんじゃなくてやっぱりちゃんとしたやつを書いとったらいかんなって